3ヶ月前の契約、覚えてるか？あれ、全部キャンセルしたからな。そう言いながら楽しそうに笑うのは前職の上司だ。以前から俺を目の敵にしているあの男が、俺がどん底に落ちればいいと呪うようだった。俺は何も悪いことはしていない。だがこの元上司は何度でも立ちふさがろうとする。だが上司はまだ知らない。この電話が後に自分の首を絞めることになることを。俺は木村翔太、外国雑貨の卸売業者だ。この会社にはもう10年以上勤めている。それなりに顧客も増えたし、何度か社内でも表彰されたこともあった。きっとこのままこの会社で定年まで働き続けるのだろうと思っていた。よう翔太、お前次のキャンペーンもう考えてんのか？急に話しかけてきたこの男は俺の同僚の松岡隆弘。同い年の35歳で会社内では誰よりも信用している。隆弘が口にしたキャンペーン、それは新しい仕入れ先を社員全員で掘り出してきて、その中から選ばれた1社から1年間だけ仕入れを続けるという企画だ。芸術的なセンスだけじゃなくて、取り扱う商品の訴求力の有無まで判断しなければならない。このキャンペーンの結果はボーナスにも反映されるとあって、社員の意欲は高かった。もう決めてある。隆弘には悪いけど、今年は俺で決定だと思うぞ。マジかよ。俺の2冠達成の壁はやっぱり翔太か。去年のキャンペーンは隆弘の案が採用されたのだ。その時から俺は今年のキャンペーンを狙ってアイデアを探し続けていた。今年の案はそれくらいの時間をかけている。だから採用される自信があった。そういえば今年は山本係長も自信ありって騒いでいたらしいぞ。今年は対抗馬が多いな。隆弘がため息混じりに席に戻っていく。山本係長か。気分屋で根に持つタイプの上司だった。あまりいい評判を聞かないが、さすがに社内キャンペーンでは何も起きないだろう。山本係長のことは特に気にせず、俺も仕事に戻ることにした。今年のキャンペーンは過去最高の応募数だったそうだが、最終選考で選ばれたのは俺の案だった。自信はあったものの、やはり気になる結果を聞いて一安心だった。だが、俺はまだ知らなかったのだ。この時、すでに大きな爆弾の導火線に火をつけてしまっていたことを。おう、コンペで選ばれたやつは余裕だな。翌日、仕事を始めようとデスクを整えている時だった。見下すような眼差しで俺を見つめる山本係長が俺に絡んできたのだ。そんなことありませんよ。俺の返答が気に入らないのか、山本係長は苦虫を噛みつぶしたような表情を浮かべた。調子に乗っていると痛い目に遭うぞ。それだけ言って山本係長は俺の前から去っていった。何の用だったんだろうか。今まであまり話すことのなかった山本係長がいきなり話しかけてくるなんて。嫌な予感はしたが、この時は気に留めないことにした。1週間後、着手していた新規仕入れ先から俺に直接電話があった。メールの内容についての問い合わせだったのだが、話を聞くと送信した覚えがないメールが何通も送られていたのだ。仕入れ先は混乱してしまい電話をしてきたらしい。誠心誠意謝罪して大ごとにはならなかったが、一体こんなメール誰が送ったんだ。俺が頭を悩ませていると、背後に人の気配を感じた。木村、俺は注意したよな。我が社の名前に泥を塗るような真似だけはやめてくれよ。また山本係長か。最近やけに絡んでくるな。今回は仕入れ先とのやり取りに苦言を呈しに来たのだろう。
新規取引は慎重にやるんだな。俺が代わってやってもいいんだぞ。大丈夫です。最後までやらせてください。俺が勝ち取った企画だ。最後まで自分の力でやりたい。俺の返答を聞いて、山本係長はニヤニヤとした含み笑いをしたまま帰っていった。翌日、俺が出社すると、俺のデスクの近くをうろうろしている山本係長を見かけた。俺に何か用でもあるんだろうか。山本係長、どうかしたんですか？もう来たのか。別にどうもしないぞ。本当にそうだろうか。明らかに動揺している。俺が怪しんでいるうちに、山本係長は自分のデスクに戻っていく。気づけば、俺の PC に電源が入っている。誰がやったんだろう。まさか山本係長が？いや、確証はない。その後も山本係長は俺の周りをうろうろしていたが、真相は分からずじまいだった。しかしその翌日、俺は決定的な瞬間を目撃する。朝のうちに済ませておきたいタスクがあった俺はいつもより早めに出社した。すると山本係長が俺のデスクに座っていたのだ。何やら PC を操作しているようで、俺の血の気がスーッと引くのが分かった。山本係長、何をしているんですか？慌てて駆け寄ると、山本係長は俺の顔を見て一瞬驚いた顔をした。しかし次の瞬間、いつもの俺をバカにしたような顔を作った。今日はお早い出社だな。どうした？そんなに慌てて。係長こそ何をしているんです？そこは俺のデスクですよ。いや、最近たるんでいるようだからね。ちゃんと仕入れ先と円滑にコミュニケーションが取れてるのかチェックしてただけだ。気にするな。そう言って立ち上がり、オフィスを出ていく山本係長。PC の画面を見るとメールアプリが起動していた。そこには作成途中のメールが表示されている。相手は一度メールで揉めた新規の仕入れ先。その瞬間、俺は理解した。あの時、俺になりすましてメールを大量に送っていたのが誰なのかを。この調子で嫌がらせを続けられると仕事にならないことは明白だ。しかし山本係長は会社の上層部との飲み会や接待で成り上がった男。つまり会社のお気に入りなのだ。俺が抗議したところで山本係長が否定すれば、そちらの意見が聞き入れられるだろう。過去に一度山本係長のミスで顧客に迷惑をかけてしまった事件があった。その際、同僚が山本係長を名指しで告発したのだが、しっかりもみ消されたのだ。今回は被害も出ていないし、泣き寝入りするしかないだろう。結局犯人が分かっているにもかかわらず、何もできずにいたのだった。その後も山本係長からの嫌がらせは続いた。むしろ以前より度が増したような気がした。ことあるごとに呼びつけられ、身に覚えのないことで説教をされる。罰だと言っては雑用を押し付けられて、少しでも作業が遅れればオフィス中に響き渡る大声で叱られた。これはいわば公開処刑のようなものだった。そんな生活を長く続けられるわけがない。ストレスから出社するのが困難になった俺は、10年も勤めていた会社を辞めたのだった。それから俺は再就職することなく独立する道を選んだ。長く卸売をやっているうちに小売に興味を持ち始めていたのだ。俺としては一大決心だったが、自分のやりたいようにやってみたい。その思いで店を出すことにした。直接お客様とコミュニケーションを取る小売は自分の性に合っているようで、毎日仕事が楽しくてしょうがない。山本係長のような上司がいないことがあり、のびのびと経営を続けられる。俺はすっかり自分で仕入れた商品を売る楽しさに没頭していた。そんな時だった。いらっしゃいませ。
いつものようにお客様を出迎える。しかしそこにいたのはとてもお客様とは呼べないような男が立っていたのだ。しばらくだな。なんだその顔は。山本係長。信じられなかった。山本係長。いや、山本には俺が店を開けたことは言っていない。それなのにどうしてここに。俺が考えていることを知ってか知らずか、山本は余裕の表情で近づいてくる。山本が俺の店に立ち入るなんて、本音を言えば拒否したい。だがあまりの衝撃に言葉が出てこなかったのだ。会社を辞めて何をしているのかと思ったら、まさかこんな店をやってるなんてな。どうしてここが分かったんですか？お前、今もまだ松岡と切れてないだろう。この間、お前と電話しているところを聞いてたんだよ。盗み聞きしたってことですか？人聞きの悪いことを言うな。偶然聞こえたんだ。そしたら独立してるって言うじゃないか。水臭いな。どうして言ってくれなかったんだ？偶然だとごまかしているが、どうせ盗み聞きしたのだろう。この男はそういうやつだと俺は知っている。前の会社にいた頃の嫌な記憶がよみがえる。山本に散々嫌がらせをされたこと、公開処刑のように罵声を浴びせられたこと、山本のせいで仕入れ先の信用を失いそうになったこと、背中に冷や汗が流れ落ちるのがわかる。山本は俺の反応を見て楽しんでいるかのように笑い始めた。なーに、取って食いやしないって、そんなに怯えるなよ。こんなおしゃれな店をやってるんだから、うちの商品を卸したら売れると思わないか？そちらから仕入れろってことですか？わかってんじゃないか。ほれ、うちのカタログ、この中から、そうだな、ざっと50万分くらい仕入れないか？50万？うちの店の規模を見て言っているんですか？大丈夫だって、俺はお前のことを買ってるんだからな。木村ならあっという間にさばけるだろうな。俺がコンペに選ばれたからと嫌がらせをしてきたような男が何を言っているのだろう。俺の能力を買っているならあんな嫌がらせをするはずがない。いいから早く帰ってくれよ。当然断ろうとしたが、それより先に山本はカタログの商品をまるで囲っていく。これとこれ、それからこれだな。それぞれ25万円分の物量を送るから。いやー、助かるよ。山本が丸をつけた商品はいわゆる滞留在庫。要は売れ残りだ。仕入れたはいいものの、なかなか売れずに在庫として抱えて数年が経っている。これらが倉庫を圧迫していることは俺も知っていた。つまり山本は俺を利用してその売れ残りを処分してしまおうとしているのだろう。ちょっと待ってください。仕入れるなんてまだ一言も。うるせえな。ここは元上司の顔を立てて喜んで仕入れるところだろうが。ここは俺の店です。何を仕入れるかは俺が決めます。俺が代わりに見繕ってやるって言ってるんだ。さっさと受け入れろ。じゃ、後で請求書を送るから入金サボるなよ。そう言うとさっさと店から出ていく山本。閉じていく扉を見て全身から力が抜けていくのが分かった。山本が顔を出してから緊張して知らず知らずのうちに体に力が入っていたようだ。山本は絶対にあの売れ残りを押し付けるつもりだろう。50万円。開店後間もない個人経営の雑貨屋。正直今の俺にはかなり痛い。キャンセルしようとメールを送ったが受け入れられるはずもなかった。山本の襲来から1週間後、とうとう商品が到着する。きっちり50万円分の商品を送ってきたようだ。こうなったら全部売り切るしかない。覚悟を決めて売れ残りの商品たちを店に陳列した。
幸いなことに店をオープンしてから通ってくれている常連さんがその商品を気に入ってくれた。その常連さんが SNS に投稿したことで身内でのブームが到来したらしく、十分に元を取れる程度にはさばけた。どうやら俺はいいお客さんに恵まれたみたいだ。しかし俺には安心している余裕はなかった。再び山本と相まみえることになる。山本が送ってきた商品の代金50万を入金した日、当の山本から着信があった。やはり来たか。あの山本のことだ。この日を心待ちにしていたに違いない。なんとかお金は用意できたようだな。返品は受け付けないぞ。ああ、もう完売しましたので大丈夫ですよ。完売だと。山本、やはりあの商品、俺に押し付けやがったか。電話でよかった。もし目の前に山本がいたら、感情に任せて罵声を浴びせていたかもしれない。奴の顔が見えないだけで、随分と冷静でいられる。まあいい。俺にとってはあんな商品、どうだっていいんだからな。どうだっていいか。自分では売れなかったくせに、相変わらず口八丁な男だ。要件は入金の確認だけですか？用が済んだなら切りたいんですが。いいのか、木村。この電話、切れたら困るのはお前だというのに。困るのは俺だって。どうやら山本の本当の要件はこれからのようだ。俺は唾を飲んだ。スマホを握る手にも汗が出てきたのを感じる。お前、忘れたわけじゃないだろうな。あの3ヶ月前の契約、あれはキャンセルだ。3ヶ月前の注文をキャンセル。頭の中で復唱していると、追い打ちをかけるように山本は笑い出した。どうだ、木村。もう声も出せないか。お前の注文なんざ誰が受けるかよ。残念だったな。あの商品がなければもう売り上げも立てられないだろう。お前の店は閉店確定。木村、お前は路頭に迷うんだよ。山本係長。ああ、もう土下座したって遅い。そもそも俺はお前からの注文は一切発注していないからな。今から再注文したって絶対に間に合わないぞ。やはり俺の記憶と話が噛み合わない。ずっと黙って聞いていたが、とうとう思っていたことを口にする。何の話ですか？そんな契約してませんが。強がるなって。あれだけの発注数だ。何かのイベントでもやろうって魂胆だったんだろう。でも残念でした。お前の店には一個たりとも入りません。これはもう間違いない。山本は取り返しのつかない致命的な間違いをしていることに気づいていないんだ。そもそもですけど、俺は山本係長に商品の発注なんか一回もしたことないですよ。発注はいつも松岡にお願いしていますから。はあ？二人の間にしばしの沈黙が訪れた。姿は見えないが、山本は固まっているに違いない。じゃあ、俺が受けた注文は何だったんだ？俺に聞かれても、ご自分の PC で確認した方が早いと思いますけど。お前からのメールかと思って、もう削除してある。確認のしようがないんだ。呆れた。前職時代、俺はこんな男に苦しめられていたのか。3ヶ月前の発注ですか。どうやら手配に時間のかかる商品のようですね。思い当たる取引相手に確認して回って、今からでも発注したらどうですか？もう間に合わない。来週が納期なんだ。俺には一つ気になることがあった。俺が退職する前に担当していた取引先は、ほとんど山本が引き継いだと松岡から聞いていた。もしかすると俺は今の山本の取引先を知っているかもしれない。当たりをつけた俺は山本に尋ねる。原西商社の担当者、吉田さんじゃないですか？ああ、そうかもしれない。原西、吉田、覚えがある。きっとそれだ。俺の元取引先を相手にこんな失礼を働くなんて。
それが分かっていたら、俺の得意先は後輩たちに任せたかったのに、どうしてよりによって山本に振ってしまったのか。静かにため息をついていると、勢いを取り戻した山本がまくし立てる。おい、木村は吉田さんと懇意にしていたな。お前が俺の代わりに交渉してこい。今ほど会社を辞めてよかったと思ったことはない。むしろこの男の部下だった時期があったことに俺は後悔していた。自分のミスの責任は自分で取ってください。このミスは山本さんが自分でまいたものだ。そこをなんとか頼むよ。もうお前しか頼れないんだ。それにお前の取引先だろ。この男は自分で何を言っているのか分かっているのか。山本の声は震えていたが、もう同情すら湧かなかった。勘違いしないでください。吉田さんの会社は俺の元取引先です。そして俺もあなたの元部下です。これでようやく山本との縁が切れるかもしれない。最後のダメ出しをしておこう。3ヶ月前の注文ですが、山本係長の予想通りです。かなり大規模なイベントを開催すると聞いていますし、そこで販売する商品で間違いありませんよ。知ってましたか？このイベントには社長も参加することになっています。そんな大事な時に自分の会社の商品がないなんてどう思うでしょうか。山本は何も返してこない。受話器からはカチカチ音が聞こえてくる。多分歯がぶつかる音だろう。それほど山本は震えているようだ。ちなみに俺はちゃんと引き継ぎ書に書いておきましたよ。どうせ読みもしなかったんでしょうけど。俺は返答を待たずに電話を切った。そしてこれ以降、山本が俺の前に姿を現すことはなかった。聞いた話では、この件がすぐに発覚して山本には減給と降格の処分が下った。しかしそれを待たずして本人が自主退職を申し出たようだ。その後、俺のように個人店を開店したらしいが、詳しい話は聞こえてこない。俺はといえば、今でも大して変わっていない。自分の店の経営で精一杯だ。最近、お客さんの紹介で一人の女性と交際を始めた。彼女との時間が俺の生活の癒しになってくれている。前職の取引先もどこで聞きつけたのか、俺の店に来ることがある。そのほとんどが仕事の話ばかりだ。これからまだまだ忙しくなりそうだ。